皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。CMF by Nothing Watch Pro ということで、ファーストインプレッションを今回お届けしたいと思います。前回の動画、こちらに出ていますが、ファーストルックということで、いち早くどんな感じなのかね、まずざっとご紹介しました動画を前回出していますけども、今回はあれからだいたい1週間弱使ってみた上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。まず最初に気になりますのは、この画面。めちゃめちゃ綺麗なんですけども、屋外でどんな感じで見えるのか撮影してみましたので、ご覧いただければと思います。この日は日差しがさんさんと降り注いでいる状態なんですけども、私のカメラですと画面がこのように点滅してしまったんですが、肉眼では全く点滅せず、綺麗に表示されています。ですので、その点滅を除いた上でご覧いただきますと、めちゃめちゃ視認性が良くてですね、はっきりくっきりと表示されています。ちなみに明るさはコントロールパネルで MAX の状態で撮影しています。ですので、このようなね、明るさ1の状態であれば、ここまでね、綺麗に映ることはなかったと思います。屋内では明るさ3ほどで使っているんですけども、これだとね、結構眩しいんですよね。部屋の中で使った場合、この明るさのまま就寝時になりますと、本当に眩しいぐらいなんですね。ですので、この辺りはやっぱりね、自動調光機能がついてくれていたらなというふうに本当に思ってしまいます。ただ、お値段のことを考えてみますと、ドルで言った場合ですね、69ドルっていうことなんですね。驚異的な価格になっています。そのことを考えてしまいますと、自動調光機能まで求めるっていうのはちょっと酷かなという気はしますがね、Watch Pro 2というものが出るのであれば、ちょっと価格が1000円、2000円上がってもいいので、ぜひ乗っけてきてほしいなと思いました。ということで、視認性に関しては申し分ありませんし、このように文字盤を変えてみてもね、めちゃめちゃ綺麗なんですよね。高精細のアモレットディスプレイということでね、結構満足できるんじゃないかなと思います。そして次に気になりますのは、やっぱり多くの方が使っていらっしゃる通知、特に LINE の通知がどんな感じで来るのか、これからチェックしてみたいと思います。まず音声通話の着信がどんな挙動になるかご覧ください。はい。ブルッと震えまして、一瞬だけ画面が点灯しましたが、瞬間的に消えてしまいましたね。ただ、ブルッと一回触れたので何か来たのかなと思いますので、このように画面をつけて確認。そうすると LINE の音声通話の着信中っていうのが分かったので、スマホで着信を受けることができるんじゃないかなと思います。そして LINE の音声通話出なかったということで切りたいと思います。そうしますと、やはりね、ブルッと震えまして、今ピピッと言いましたね。不在着信通知が来ています。ということで、一瞬しか表示されないっていうのがちょっと分かりづらいかなっていう気はします。で、しかも、バイブも着信中ずっとね、振動してくれるわけではなく、最初に来た画面がついた瞬間にブルッと1回だけ震えて、その後このようにね、AOD の状態に戻ってしまいますので、正直分かりづらいなと思いますね。ただそれに出なくても不在着信通知に気づけばいいんですけど、それすら気づかない場合もあるんじゃないかなと思います。というのはちょっとバイブ振動が一番強い状態になっているんですが、それでもね、ちょっと分かりづらいっていうのは正直ありますね。次に LINE のメッセージの着信、どんな感じで来るのかご覧ください。はい、発信しました。ブルッと震えましたけども、画面が点灯されませんでしたね。では、どんな感じで来ているでしょうか。いつもご視聴ありがとうございますと着信通知が来ています。一番最後に「す」の後に絵文字を送ったんですけども、残念ながら表示はされませんでした。ということでね、挙動を見ていましたけども、メッセージは通常通りね、ブルッと触れて後で確認すればいいわけですけども、音声通話に関しましてはちょっと気づきにくいんじゃないかなという個人的には思いました。では次に気になるところとしましては、歩数計の精度がどんな感じかということになります。これも毎度毎度ファーストインプレッションで含めている部分になりますけど、全部で今回5回テストをしてみました。その結果になりますけど、こちらの表になります。このデータは500歩、このカウンターでこのように計測したときに、ウォッチ本体のセンサーは何歩とカウントするのか検証したものになっています。その結果がこちらの表になっています。1回目の部分の歩数センサーが486と出ていますね。これテストした中では一番500歩に一番遠かった数値になっています。そして2回目が496歩と出ていますが、これは一番500歩に近かった数値ですね。この2つを除外しまして、残りの3、4、5回目の数値を平均したものが 1.33% となっています。
います。これが Watch Pro の歩数センサーの実力ということになります。もちろんね、グレーの部分の最高の数値が496歩ってもなかなか高性能になりますけど、平均を出す上ではこういったものはちょっと除外させていただいて、あくまでも現実的な数値として 1.33% が出てきました。なかなか成績が良かったですので、日常使いで使う分にも申し分ないんじゃないかなと思います。そして次に気になるところとしましては、バッテリーの持ちではないでしょうか。まずこのように AOD をオンになっている状態で普段使いした場合ですね、バッテリー残量 100% からスタートして GPS を使った屋外ウォーキングを1時間を使った時、24時間後の数値、残量が 70% になっていました。前日差は 30% となります。そして2日目も同じようなスタイルで動きまして、残量は 50% となりました。この日は前日差 20% となっています。ということでバッテリー残量が半分になった時点で平均を出してみますと、1日あたり 25% のバッテリー消費という結果になりました。AOD を使っている状態で 25% ということですので、なかなかね、持ちとしてはいいんじゃないかなと思います。この結果ね、100% 使い切る場合、約4日ほどかかるということになりますので、結構いい方じゃないかなという気はします。AOD を使った場合、中にはバッテリーが1日しか持たないというものもありますので、そういったことを考えてみるとね、Watch Pro なかなかいいんじゃないかなと思います。そして普段使いこのようにね、画面を消灯してある状態、つまり AOD をオフにした状態でまたバッテリー持ちの検証をしてみました。まず1日目、これは残り 50% からスタートしていますけど、24時間後の数値ですね。この日は屋内サイクリング30分行っているんですけど、24時間後の残量は 47% ということで、なんと前日差は 3% だったんですね。これはめちゃめちゃバッテリー持ちいいんじゃないかなと思いました。そして2日目ですね、屋外ウォーキング GPS を使っている状態ですが、1時間ほど行っていまして、バッテリー残量は33% となっていました。前日差は 14% ですね。3日目になりますが、屋内サイクリングを30分行っていまして、24時間後の数値は 20% となっていました。この日もね、前日差は 13% と前の日と近い数値となっています。この結果ですね、1日あたり約 10% のバッテリー消費という風に割り出すことができます。つまり 100% ですね、使い切るまで約10日ぐらい使えるんじゃないかなという結果になりました。いかがでしょうか。 AOD をオンにしてある状態でだいたい4日ほど使える。そして AOD をオフにしてある状態では10日ほど使える。これはもちろん私の使い方で自由に使ってみたんですけども、こんな結果になるわけですけども、もしね、毎日 GPS をガンガン使うよってことであれば、この数値よりだいぶね、バッテリー持ちやすくなくなるんじゃないかなと思います。これはあくまでも目安として参考にしていただければと思います。というわけで、他に良かった点になりますけど、それは GPS の精度がなかなか高かったということですね。このようにワークアウトする際にサイドボタンを押して軽い運動というのを押して、屋外で歩行ですね。これが屋外ウォーキングになります。今、屋内になりますけど、GPS の即位ですね。はい。今10秒ぐらいだったと思いますけど、すぐ即位が終わります。で、このままスタートすれば GPS を即位しながらのウォーキングがスタートしていきますけど、これ屋外ですと瞬間的に即位する場合もありまして、これは他のスマートウォッチですね、比べても爆速のレベルだと思います。しかも GPS のルートマッピングになりますが、例えばまっすぐの道があった場合、結構揺らぐケースがあるんですけど、この Watch Pro はほぼほぼまっすぐルートの軌跡を作ってくれていました。ということでね、これ何回やってもだいたいそんな感じになりますので、結構 GPS の精度高いんじゃないかなと思います。しかも GPS の即位も爆速ですし、これは意外なね、性能があるなと思いました。ではこういった中でもやっぱ気になる点がありましたので、この後お伝えしたいと思います。最初に使ってあれと思った点になります。それはですね、画面がこのように消灯されている状態で、画面を点灯させる場合は、通常サイドボタンを押したり、もしくはですね、この腕上げ点灯になりますけど、この動きによって画面が点灯します。そしてもう一つ、よくあるのが画面をタップした時ですけども、これは動作しない仕組みになっています。これはね、ちょっと意外というか残念な点ですね。個人的にやっぱ画面タップしてつけるってこともやっぱたびたびありますので、今後のアップデートで対応してくれたらなと思います。そして次に、個人的によくタイマーを使うんですけど、タイマーの挙動も気になりました。サイドボタンを押して、このようにタイマー表示をして、例えば1分
設定して、このようにスタートします。この状態でですね、例えば他の操作をしたい場合、当然ながらサイドボタンを押しますと、ホームに戻ってくれましたけれども、先ほどのタイマーどうなったかと言いますと、またこのようにタイマーにわざわざ戻る必要がありまして、しかも終了しているというオチなんですね。これはちょっとまずいなという気はしますね。せめてバックグラウンドで動いててくれればいいんですけども、なんと終了してるというね、そうしたオチでした。そしてこのあたりは個人的に思うことかもしれませんが、このね、サイドボタンありますが、これ長押しした時にこのように再起動とシャットダウンしか表示されません。つまり、サイドボタンをちょっと長押しした時に何かの機能を割り当てるっていうことができれば、もっと使い勝手いいんじゃないかなと思います。先ほどのタイマーまでたどり着けるのに、このように画面をスクロールしていく必要がありましたけども、例えば2秒ぐらい長押しした時にタイマー起動とかね、そういった機能の割り当てができるようになるとよりいいんじゃないかなと思いました。このあたりも少しアップデートで今後期待したいところだと思います。そして最後のね、気になった点になりますが、それはサードパーティー製のアプリとの連携が一切できないということになります。例えば iPhone であれば Apple Health、そして Google 系であれば Google Fit ですね。このあたりと連携して、ここで得られたアクティビティデータをバックアップする、もしくは同期するっていうことが連携ができると可能なんですけど、それは一切できない仕様となっています。CMF アプリを使ってもその項目は一切出てきませんので、ここはね、ちょっと残念ですね。ここで得られたデータは CMF のアプリのみでしか閲覧することができません。というわけで CMF by Nothing ということで Watch Pro のファーストインプレッションをお届けしましたけどいかがだったでしょうか。とりわけね、価格が69ドルというね、強烈な低価格のことを考えていますと、先ほど気になった点をね、要求するというのはちょっと無理があるかもしれませんけど、ここまでの完成度があるのであれば、そこもね、ちょっとクリアして欲しかったなというふうに個人的には思っています。それ以外の部分でこのデザイン性ですね、このオレンジ色のバンドもすごくファッショナブルでいいですし、本当に目立ちますね。そしてこのボディもアルミ合金でちょっとね、指紋もやっぱり目立ちますけども、なかなか質感とそしてこの重量感もバランスが良くて満足度意外と高いんじゃないかなと思います。特にスマートウォッチの中でファッション性にこう突き抜けたようなデザインっていうのはそんな多くありませんので、これはその中でも秀でたものの一台になっているんじゃないかなと思います。この動画良かったよということであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。